タバコっていうのは、いろんな影響は言われていますけど、酸化、体が年齢性のダメージを起きやすいと言われています。眼科医の平松です。今日はもう心配しないで目の健康を守る生活習慣としてついついやっちゃう不摂生、大丈夫だよってことについてお話ししようと思います。目の病気あると不安になってくるですよね。私も父親母親ともに緑内障なので、すごく不安に思ったりっていうところがそうなんだなって感じたり、知ることができています。でも日々の生活習慣を見直したりだとかすることで目の状態を改善したり進行を遅らせたりすることができる、これもまた事実なんですよね。だからこそ今回は健康的な生活習慣が目の健康にどう影響するのかで貢献してくるのか、具体的なアドバイスとともにご紹介しますので、最後まで見ていただければと思います。とはいえ生活習慣気をつけましょう。私もいろんな動画でお話してます。すると私はできないんですとか、お酒がやめられないんです、タバコがやめられないんですって人いらっしゃいます。例えば睡眠時間を取りましょう、いや私はなかなか睡眠時間が取れないんですっていう人がいます。じゃあどの程度だと厳しいのかとか、そこを分かっていただけると人生を損せず人生を楽しんで生きていけると思うので、そこも知ってほしいんですね。例えば代表的な目の病気、緑内障、白内障、加齢黄斑変性症、生活とどう関係してくるのか。実はこれらは年齢性の病気なんですよね。緑内障って眼圧で年齢関係ないんじゃない？違うんですよ。例えば緑内障って10代20代でなる人もいますけど多くはないんですよ。基本的には年齢とともに病気が増えてくるんです。っていうと、いやどんな病気でもそうじゃないのって思う方いるんですけど、そんなことないんですよ。例えば、結膜炎が年齢とともに増えるかっていうと、そういう統計があるわけでもないし、網膜剥離っていう病気だと20代50代が多くて他はそんなに多くなかったりするんですよ。っていうように年とともに増えていくのがいわゆる加齢性の病気。そしてこの世の中には加齢性の病気が多いから年を取れば病気というのは増えるもんだって思われてるけど、種類によります。網膜剥離のように20代50代です、じゃあ60代70代は50代より少ないですみたいなあるんですよ。で白内障、加齢黄斑変性症、これは年齢性だってことが知られてるかと思います。白内障というのは年齢とともになってきて10代20代になることは稀、どちらかというと先天的ですねなものになりますので、普通は年齢とともになってくるんですよ。で加齢黄斑変性症というのも名前そのままですよね。加齢黄斑変性症、英語で言うと age related なんでエイジに関係してくるって感じ、年齢に関係してくるって感じですね。で緑内障はというと年齢とともに目の神経が弱くなったり神経のダメージを受けやすくなっていくんですね。緑内障という病気は眼圧という目の硬さを一つの大きい因子として神経がダメージを受けて視野が欠けてくる病気なんです。で年を取れば眼圧がガンガン上がってって神経が悪くなって視野が悪くなるわけではないんです。むしろ年を経ることで眼圧下がるんじゃないかって統計もあるぐらいなんです。だから眼圧はあんまり変わんないけども、同じ眼圧によるダメージだとしても神経弱くなっちゃってるんでどんどん視野が欠けやすいですよっていうのが、この緑内障の本体なんです。神経が弱くなる、これが年齢性、血流が悪くなってくるとか、そこになってくるんですね。だから白内障であれ緑内障であれ黄斑変性であれ年齢がかなり大きい因子になってくるということになります。じゃあ年齢って何なのってことですよ。いや年齢っていうのは月日でしょと、それそうなんだけど、じゃあ今日のあなたと1年後のあなたで何が変わってるんですか。子供の頃だったら成長して体が大きくなってきて全然変わってますよね。身長も伸びますよね。体重も増えますよね。骨も大きくなってきます。
が今のあなたはそうでもないと思うんですよ。お若い方もいるかもしれないけど、そうでもないじゃないですか。去年よりももう身長バンバン伸びました。伸びないですよね。むしろちょっと縮みましたぐらい、なので体の構成がそんなに急激に変わるわけではないんです。むしろ出来上がっているものをずっと使っていくってなってくると、ちょっとずつ金属疲労のようにダメージを受けて弱くなってくる。ただし日々それをリカバー回復する機能も持ってるんですよ。もしあなたがじゃんじゃん悪くなる一方であれば、どんどん体は悪くなってきますよね。でもそうでもないじゃないですか。ちょっとは昔みたいに動けなくなってきた、腰もちょっと痛くなってきた、目も見づらくなってきた、あるかもしれないけど、とはいえ生活できるぐらいですよね。ってことはどうにか体がダメージを守ってくれてるんです。守るのと回復、この2つなんですね。ダメージ量っていうのはあなたの生活で変わってくるんですよ。例えば光をじゃん浴びてくるとシミができてくるですよね。赤くなっちゃいますですよね。例えば光を全く浴びなければシミが出てきたり赤くはならないですよね。だからどんだけダメージを消去してあげるか大切。消去っていうのは受けないようにするか。次に受けたダメージをブロックする機能っていうのもあるんですよ。例えば紫外線を浴びるんであっても、紫外線日焼け止めをつけているのとつけてないのだと、日焼け止めつけてても赤くはなるけどそこまでひどくはならないじゃないですか。一方で日焼け止めつけてなかったらすっごい光を浴びてダメージがどんどん蓄積されて悪くなってしまうわけです。だからこそ防御をしてあげるのも大切ですね。最後に回復です。日焼けしちゃいました、赤くなりました、そのままにしておくと痛くて夜も赤くてジンジンしてしまう。だから冷やしてあげましょう。こんな感じで対応が必要になってくる。それぞれ大切です。例えばタバコを吸う、何が悪いんですか？回復が悪くなるか、防御が悪くなるか、ダメージか。一番はやっぱりダメージなんですね。タバコっていうのは、いろんな影響は言われていますけど、酸化、体が年齢性のダメージを起きやすいと言われてます。じゃあタバコを吸ってしまうと即体、目が悪くなってしまうのか。実はそこまでではないんですね。加齢黄斑変性症という病気においては、タバコを吸うことが進行に寄与することは分かってますが、白内障とか緑内障に関してはあんまり明確ではないんですよ。タバコってすごい悪いんじゃないのと。確かにね、タバコ吸っていいですよって医者の立場から言えませんよ。言えませんけど、じゃあめちゃくちゃダメージ受けるかっていうと、ある程度なんですよ。お酒もそうです。お酒って飲んでしまうと視神経、神経に悪影響を及ぼすんじゃないのとか言われてますよね。けど飲みすぎたらもう確実です。例えば本当に中毒になるぐらいアルコールって飲むと、神経自体がもう本当に弱くなってしまって見えなくなる。一部だとアルコール性の視神経症っていうのもあるんですね。そこまで飲む人はあんま私も経験上多くないですね。ほどほどに飲んでちょっとずつダメージっていうことが多いです。じゃあお酒を全部やめましょう、そこまでは言わないです。私自身もお酒ってたまには飲むんですよ。本当にたまにですけどね。普段の生活上はどうしてもね、夜病院に呼ばれたりして行くこととか、土日も病院で診察をよくしてますんで、そうそう飲まないんだけど、なんかの会があったりすると飲むことはあるんですよ。じゃあ問題なくはないけど、そこまで気にしなくてもいいかなってことです。つまり酒、タバコって言われるようないかにも体に悪そうなことでも絶対ゼロにしなきゃいけないかっていうと、可能だったらね減らしてあげる方がいいですよ。もうこれ確実なんだけども、
あなたの人生においてそれをどう思うかってことなんです。目を良くするのはあなたによく見えてほしい、ね、人生楽しく過ごしてほしいことであって、これがいや人生も全部楽しくなくなっちゃうってほどストイックに生きる必要はないんですよ。できる範囲でちょっとずつやっていくのが大切なので、やらないとダメです、もうあなたこんなことしてたらもう全然ダメですとは思わないで、特にこれを見てるあなたは真面目で一生懸命です。で一生懸命やってるはずです。それでも足りないことってあると思います。完璧な人間なんていません。頑張ってますよ。頑張ってるから、無理しすぎて続かなくなることの方が問題なんですよ。こうやって YouTube の動画見てくれてますよね。見てると最初は頑張るんですよ。で頑張ってもう疲れちゃったやめようとかなんかなっちゃう方がやっぱいるんですよ。そうじゃなくて定期的にちょっとずつ見ていくことの方が重要であって、定期的に自分の体をメンテナンスしていくことの方が重要と思っていただければと思うんですね。で睡眠はどうなの？今までもよく動画で、論文とかを元にこのぐらいの時間がいいですよとか、逆に早く寝れるのは問題ですよなんてお話ししてきました。聞いてない方もいると思うんで言うと、例えば9分以内に寝れるよ、どうでしょう？これダメなんですよ。9分以内に寝れるってことは実は睡眠足りてないんじゃないのってことなんです。睡眠が足りてないからすぐに寝つかないといけないぐらいもうギリギリの状態。30分以上寝つけないっていうのはこれはこれで問題なんだけど、9分から30分の間ぐらいで寝れるのがいいでしょうって言われてるんですね。睡眠時間もそうです。4時間未満はダメって言われてます。でもじゃあたくさん寝ればいいんですか？違うんですね。10時間以上だとむしろ目には負担があるんじゃないかとも言われてます。もちろん元から10時間以上っていうタイプの人もいるんで、これ平均と思ってくださいね。あなたが絶対というわけじゃないけど、だから、9時間とか6時間から9時間ぐらいの間がいいんじゃないですかって言われてるんですよ。だからもしあなたがいや今日は寝れなくてもう睡眠時間が4時間になっちゃった、もうダメだ、違うんですよ。1日ダメだからといってすぐダメではないです。じゃあ翌日翌々日でちょっと睡眠時間取るように気をつけましょうよ。ついつい夜何か友達と話し込んだり LINE をしてみたりメールをしてみたりテレビを見たり動画見たりして、あれもうこんな時間の僕もありますね。なんかちょっと見ようかなとか思って見たらなんかすごい時間だからもうこれ寝なきゃありますよ。できればやっぱそれは避けたいんだけども、とはいえ一日それが起きたからといって翌日翌々日にちゃんと回復してあげれば問題ないと思ってください。もう私はダメだっていうふうに思っちゃう真面目な人が多いので、ちょっとそれはあまり真面目には真面目でいいんだけど真面目すぎてはいけないよねって思っていただければと思います。そして健康的な食生活に関してはこれまでもたくさん動画出してきたし、ちょっとここで言うと長くなっちゃうのでまとめだけ言いますよ。まとめだけ言うと、食べ過ぎず食べなすぎず、ね、程よくの量で、タンパク質脂質炭水化物もバランス取りましょう。その上でそれぞれの栄養素を気にしましょうっていうのが、基本的な考え方と思ってください。でルテインとかそういうのはいいですよっていうのがあるわけです。けど食事も気にしすぎて楽しくない、食べたいものも食べられない、これじゃあ楽しくないので、あなたが食べたいものを食べる日も作ってください。その上で全体のバランスを整えて程よく体を保っていただけるっていう風にして追い込みすぎないでほしいんですね。追い込んじゃう人が非常に多いので、だから大丈夫ですよと。あなたの今の食事、今の睡眠、今の生活でかなりいいと思っています。もちろんちょっとは頑張っていく努力することはいいことです。いいことだけど頑張ってますよ。あなたは十分頑張ってるので、あまり気負いすぎないでもう全部お酒もゼロにしなきゃとか思いすぎないでほしいんですね。もちろんアルコール中毒だったりタバコはどうしてもやめられなくて、その禁煙外来に行ってちゃんと治療しなきゃいけない人はちゃんとした方がいいし、アルコールとかもちゃんとした外来に行ってる人はもうそれはそっちの指示に従ってくださいね。それはもう絶対なんだけど、そうじゃなく一般の方であると、あまり気にしすぎず気負いすぎずでその上でやっていただいて、
より良い人生、見える目、一生使える目をぜひ守ってほしいんですよ。そのために重要なのは今一瞬頑張ることではなく続けていくことなんですよ。定期的に自分のメンテナンスして一生見える目作っていただければと思います。こんな感じで、大丈夫だよって動画とか、再生リストっていうのもあるので、ぜひちょっとそれも見ていただければと思います。また、動画続けて見ていくことが大切なので、チャンネル登録とベルマークって押しとくと、続けにやすい。概要欄にメールマガジンっていうのも無料でありますんで、それも今日こういうのだよってあるので、ぜひ登録もいただければと思います。今後ともよろしくお願いします。